野菜だしベジブロスを使った最新バージョンのかぼちゃのポタージュです。皆さんこんにちは。前回の動画は野菜だしベジブロスでした。今日はそのだし汁を使ってかぼちゃのポタージュにしていきます。私はポタージュにとっても思い入れがあるんですよ。それは7年前に亡くなった父との思い出です。父は肺炎になって人工呼吸器をつけることになりました。気管を切開したのでもう口から物を食べることはできません。胃ろうをして人工栄養を入れていました。同じ病室にはもちろん他の患者さんのために食事が運ばれてくるんですね。父だけ食べれないのはなんかとってもかわいそうで、私はもう一度口から物を食べさせてやりたいと専門のお医者様に見ていただくことにしたんです。父の状態だと口から物を食べるようになるには声を失うことになります。お父さんどうする？食べれるようになれるけど声はなくなるよ。父はもう一度食べたいと言いました。その後父はミキサーにかけたドロドロとした食事になるのですが、ベジブロスで作ったポタージュなら栄養があって飲みやすくていいなと、それで私はベジブロスで作るポタージュ作りにのめり込んでいくんです。父は自宅に戻ることはありませんでしたが、母にはかぼちゃのポタージュをほぼ毎日その頃から作り続けています。前置きが長くなりましたが、さあ作っていきましょう。長年作っているとこのかぼちゃのポタージュは良くも悪くもその美味しさはかぼちゃの味次第だということがよく分かってきます。今の時期は美味しいかぼちゃが手に入りやすいので、かぼちゃのポタージュ作りにとっても力が入るんですよ。中ぐらいのかぼちゃ4分の1個分 400g 程度でしょうか。綿と種は取り除いて、これはベジブロスに使いますね。皮をたわしでよくこすって洗います。一口大に切りました。切ったかぼちゃと水を 100ml 入れて中火にかけていきます。鍋の蓋に穴が開いている場合は割り箸やアルミホイルで塞いでくださいね。この鍋の穴はとても大きいのでアルミホイルにしました。グツグツと鍋の中から音がしてきたら火を弱めて15分ほどかぼちゃが柔らかくなるまで煮ます。弱火で加熱しても蒸し煮だとこんなに鍋の中は煮立ってるんですよ。省エネにもなって野菜が美味しくなるので言うことないですよね。かぼちゃに火が通ったら粗熱が取れるまでしばらく置いておきます。かぼちゃに触れるようになった皮を取り除きます。蒸し煮した時のお鍋に残ったこの汁は良いだし汁になるし、かぼちゃの栄養素が詰まっているので捨てないでくださいね。私はこの皮の部分は剥きながら食べてしまいました。そしてかぼちゃとベジブロスを入れてミキサーにかければ出来上がりです。今日の分量でベジブロスが 300ml 入りました。これはかなり濃厚なポタージュです。これが私の母の朝ごはんなんです。6日分できましたよ。すぐ食べない分は冷凍しておきます。母は塩も加えないで食べますが、お好みで塩を適量加えて牛乳や豆乳で伸ばし、バターを入れるとより美味しくいただけます。ただ長年食べ続けているとだんだん余分なものは必要なくなってくるから、なんか不思議ですよね。もしご家族に嚥下に問題がある方がおられたら、その状態に合わせてとろみ加減を調節してあげると良いかと思います。かぼちゃだけのスープのように見えますが、ベジブロス野菜だしからたくさんの野菜の栄養素が流れ出しています。90歳になる母は体重は30キロしかないんですね。このスープはまさに命のスープとなっています。これからも作り続けたいと思っています。最後までご覧いただきありがとうございます。今日ご紹介した動画は概要欄にリンクがありますので、ぜひそちらもご覧ください。このチャンネルではファイトケミカルを摂る基本のスープを中心に、毎日のおかずスープで簡単で美味しく楽しく野菜をたくさん摂って腸内環境を整え健康になるお手伝いをしたいと考えています。週に一度動画をアップしていますので、チャンネル登録後横のベルマークを押していただくと最新の動画のお知らせが届きます。見逃さないためにもぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。